うわ、あれは本当にもうがっかりしましたね。がっかりっていうのかな。ちょっとあそこは信用しすぎちゃいましたね。顔面投げるより技が一番。2で、そうでさっきそう。はい。伝統空手道国際松濤館の金沢日和さん、組手と形の両方で世界チャンピオンになったこともある超本格派。おじいさんは空手界のレジェンド金沢博和先生、お父さんは国際松濤館の館長金沢信明先生という空手家系の3代目です。こう掴むんじゃなくてぬるっと。その日和さんが白川隆二先生の道場で合気道を体験しています。この時どんな気持ちだったのでしょう。ふわっとするんじゃなくてぬるなんですよ。実際の体験映像と本音を語るアフタートーク、日和エクスプレス、じっくりご覧ください。投げ技もやってますよ。そしたらそういいですか、はい、お願いします。こう掴まれた時のやつやれるのかな、最初。これやります。まあ一番簡単なと思ってください。うわ、これ耐えちゃダメだ。耐えてみたいですよね。耐えたみたい。最後ちょっと脱力した。そう、脱力すると痛くなる。耐えたら、そう。はい。グンってくる瞬間があるので痛くなってるんですけど。耐えてみたけど、やっぱ。それがやっぱ脱力につながるってことなんですよ。耐えたら手首ってめちゃめちゃ痛いんで。やはりこういう受け身を何度も繰り返してやることによって覚えますよね。覚えますよ、そう。受け身ってこうやるんだよって教わっただけじゃ多分。タイミングもあるので。はい。やられるって大事だな。はい。だから今のはまあどこを掴まれても、あと自分から掴んでもいろんな状態でもできるんですよ。まあさすがに突きを掴んでもなかなか難しいです。ただ変形ではあります。今こう当て身とかして受けたところで肩回して固まります。固まりますよね。はい、今のだけで。そう。まあ選択肢の一つとして手を傷つけないときに、はい、顔面とか殴れないですよね普通は。あと武器を持ってるときとか、はい、担当とか持ってるときだったら顔面殴るより今技が一番。白川先生が投げ技もやってみますかって言って「あはい」って言ったらめっちゃ投げられてたいきなりしかも起きようとしたら投げられる。あの時もう覚えてます？あの時覚えてます。って一瞬思っちゃいましたけど、でもああやって技をたくさんかけてくださるっていうその環境のありがたさ、しかも白川先生に、っていうで、あとたくさん投げていただいたからこそ、受け身とかも自然となんか考えずにできるようにできるって言ってもそんなハイレベルじゃないですけど感覚でこなせてたかなと思うので、ありがたかったですね。なんかね、手を引っ張って大丈夫って起こしてくれたのかなと思ったらなんか叩きつけられるみたいな。あれは本当にもうがっかりしました。がっかりっていうのかな。確かにね。なんか優しいみたいな。優しいって思っちゃったんだ。優しいって思っちゃったんですけど、騙されたね。ちょっと騙されましたね、あれは。ちょっとあそこは信用しすぎちゃいましたね。心を許してしまった。許しちゃった。突きをね受けながら投げるって、両手でこう入ってバーンと投げたじゃないですか。あれはどう思いました？あれまさになんか
月をキャッチすると、そこでエネルギーが止まってしまうから、逆にその月をこう流すっていうか、その力をこう利用して入っていくっていうのは本当に理にかなってるというか、なんか納得しましたね。そんなパーンってきたののキャッチはそりゃ無理ですよね、実践で。だから受けながら入って、しかも当て身もフェイントでパッと使うと、ポッと打とうとして相手がふって一瞬固まったところをバンと投げるみたいなのも、あれ本当にってこういついちゃいますね。いや攻撃した側からすると、ってなった瞬間をっていうのが本当にタイミングだったり、実際技を自分で食らったかけてもらった身としては、これは確かに動けないなって分かりますもんね。分かります。であれ我慢すればするほど痛いので、ですよね。だから受け身を取らざるを得ないっていうような感覚でしたね。そうですね。でもあんだけ投げられまくってたせいか、短時間ですごい受け身がなんか上手くなってませんでした？なんか私も最初の方考えながらこうですかああですかとか言って受け身一つ緊張してやってたんですけど、なんか終わる頃になったらもう自然とできるようになって。小手返しといって、基本的なつかみ方は、小指と薬指の間に手を置いて、手をこう返していく。それだけでどこ返しでも本来めちゃめちゃ効くんですよ。まずの打ち方、そう固定を返すので固定返しっていう代表的な技なんですけど、方向がただ痛めるだけあったらもう思いっきり変な方向、この方向にあったらめちゃめちゃ痛い。なるべく痛くないように腰とかを使いながらさっきのフッっていうのが痛くなる。そうするとあまり痛くなく倒せます。そういいですね。今腰使ってます。その腰使いができたらすっげえ痛いですよね。手首だけひねるとこういう感じ。めちゃめちゃ痛いです。変な痛い。外れそうな、そうじゃなくてちゃんとそう掴んで腰も使いながら返す。そうすると相手の腰も崩れる。それができれば別にどこ掴んでもいいんですよ。同じですから。大きく持っても同じ使い方。だけど手首だけひねってるような人だったらそういう使い方できないので。なるほど。腰のひねり。この辺の使い方ですね。柔らかくしないと。最初はここで練習して、だんだんここでも。これもいいですよ。見た感じいいです。反対もやってます。そう。ごめんなさい。ごめんなさい。違うな。違う時違うって言ってください。から下。じゃあゆっくりやればいいかもしれないです。こうずわっと。違う。瞬間は結構今のだ。今のいいですね。今のだ。結構瞬間はうまくやらないとそう。スッっていう感じいいですよ。そのイメージ大事ですよ。口に出すとやりやすい。なぜかって言ったら息吐いてるからスッっていうと。そう。こうですね。そう。いいですね。だんだん上手に。いや、こういうイメージありましたけど、今下なんですね。今下なんですよ。なるほど。あまりだって遠くだとこうやりたくなりますよね。痛いし。なりますよね。何の力も入れてない。それぐらいの方がいいんですよ。反撃の威力が小手返しをね習ってやってみたじゃないですか。それなかなかうまく決まんないというか、うまくいったような感じ見えたけど、ちょっと違うなとか言って、白川先生になんだっけ、違う時は違うと言ってくださいって言ってたのが言ってましたね。言ってました。違う時違うって言ってください。多分あれ安倍先生っていうお弟子さんが、違うなと思いながら、黙ってこう投げられてたんだと多分それを感じ取った私は、今日は本気で学びに来たので、そういうなんか上面で褒めてくださるとかは必要ないの。本当にあの日は必要ないので、そうだよね。
言ってくださいってもう思わず言っちゃいましたけど。こう来たらどうする？カーブだったらひよりさんだったら、これこうリスクはい、リスクはありますね。決まりは確かに。そっか。そこでだからリスク減らすためには、もし入れるんだったら手を取った方がより安全性が高まるよ。入れ身で、そうでさっきそうさっきのそうはいやった方がリスクはね、そうですね。リスク回避にはなる。なるほど。入り身さえできちゃえば、入り身できれば、もっとはそう自分の入り身だけの練習も基本でやったりするんですか？こういうあまりやらないですよ。普段何回もやるので、技の中で入り身がたくさん入ってるので、正面でこれに対して入り身。そうでそれ担当だと危ないので、はい。手で。手で単純ですが結構起こりを見ないとはい。これで難しいですよね。なるほどな。せっかくだからうつ伏せまで覚えましょう。はい、お願いします。はい、したらこっちと思ってればいいんですよ。はい。このままこういくか、重かったらこっちは持ってれば安全なので、はい、肘こっちは軸の手で一番大事なんで絶対離さない。ずっと持ってる。そうするとこれも決まってるんですよ。握ってることができないんですね、相手が。さっきのやつずっとこっちの手が軸の手なので最後。はい。難しいのは担当の時はなるべくここよりここを取らないといけないですよね。ああ。ここだとほらまたこう来るかもしれないし、はい、外れないのでここを持って、はい。そう。じゃあ膝ついちゃダメ。ああ、膝ついちゃダメ。で、こっちも手首決まってるから。はい。それ。そう。膝ついて投げるのは好きだったらいいんですけど、はい。シュッとの例えば。だったらいいんですけど、はい、でも担当とかでやってる自分は膝つきたくないので。なるほど。はい。膝つくと足も使えなくなっちゃうし。はい。膝つかない。そう。そして、OKですね。そう。バッチリ。結構ほら、持ってるだけで安心感ありますよね。安心感あります。はい、ありがとうございます。へえ、これ、多分、手首の柔軟性も大事ですよね。はい、結構、私も、棒とか、はい、何ですか、トンハーとかやった時に、最初、手首が硬くてできなかったんですよね。合気道の場合はそう手首特に両方こっちもひねるのですごい柔らかくなって、あと関節決められる時が多いので固まってたので脱力ととにかく柔らかさ。なるほど。これちょっとわかんないですけど空手家としては難しいポイントの一つかもしれないです。空手家の人が一番難しいポイントなんですよ。ここって固めないと実は打った時の衝撃っていかないですよね。はい、ここが弱いと逆にそうですね。空手家の人はここが強い分関節に結構弱い人が多いと言われてます。固めるから。はい。まあどっちメリットデメリットの部分なんですよ。メリットとしては絶対強いだけなんですよ。はい。だからデメリットとしては関節がちょっと弱い。なるほど。はい、今気づいた。こう難しい、両方って難しいと思うんですよね。確かに。逆にだから合気道家の人のパンチとか弱いんですよね。こう固めないので。はい。その分ひよりさんの方が絶対強いから。へえ、そういった違いもあるんですね。はい、今気づきました。はい、やってると分かりますよね。はい。自分がかけてるはずなのに自分が痛いみたいな。白川先生の手首がめちゃくちゃ柔らかいという。そうでした。
で日和さんはやっぱ硬いって自分でね、言ってたじゃないですか、はい、だからなんか日和さんも棒とかサイとか練習して手首が硬くて大変だったって言ってましたけれども、今は柔らかくなりました？この通り何それこの通りですごまかしてるごまかしいやわかんない、人に比べてどうかわかんないですけど、自分の中では柔らかくなってきてると思います。そうなんですね、うん、やはりこの空手をする人たち、空手家は手首を固めないと強い突き打てないとか、危ないっていうイメージがありますけれども、そこら辺は実際はどうなんですかね？でももちろんこうついた時に手首の締めがないとこういっちゃうので、自分がやっぱ危ない、自分が怪我する、強ければ強いほどそっちのリスクがあるんで、やっぱここは一瞬でいいので、ずっと力んでるわけじゃなくて、一瞬パッて決める瞬間にグッと締めないと、それは打撃の時は。そうそうそう、いいですね。そう。はい。そう、いいです、決まってますね。そう、そうですね、ちゃんとこうですね。こうです。そうです。はい。この単調を意識すると単調なくてもできるようになると。はい。最初から素手でやってるとわけわからなくなってますけど、何のためにここを取っているか、手首を取っているかっていうのを単調あった方が分かりやすいですよね。イメージも湧きますし、なるほど。最初のこの手の取り方がすごい重要ですよね。ここがだからちゃんとはい。もうそれだけでいいか。押さえてくる。ただ打つよりもちょっと押さえてくるだけで違います。はい。そう。この握りとかも結構しますか？いや、握りはですね、なるべくこう掴むんじゃなくてぬるっと隙間なく。ぬるっと。押さえるときこうやらなきゃ。うわ今起き上がらせてくれたの。起き上がらせから倒したんですけど。ぬるっとやるんですよ。ぬるっとの方がわからない、怒りが見えないんですね。そうです。ぬるっとこうは掴まない。でも本当に女性男性とかも筋力とか体格とかあんまり関係なく、稽古はしてますね。実際には難しいと思いますよ。力の方がいいですね。ただ繊細に体を使っていく、手と足を、わしづかみしない。大きな人でも、あれぐらい大きい人でも柔らかく練習してます。あれですね、なんか動作が多いわけではないけども、体の中のこの体の中のそう動作、重心移動とか緻密なこう動かし方、働かせ方が、重心移動とつかみとか、あと膝肩の動きっていうのはやっぱすごいたくさん。そうですね。でもそれが型稽古なんだから、合気道って試合とかスパーリングとかないんですけど、型稽古の繰り返しでどこまで自分が気づけるかっていうのがすごい重要なんですよね。そのまず形を覚えるだけだったらもうすぐすぐでそれでも難しいんですけど、そしたら応用発展がないので、その型稽古の中で重心移動、膝肩肘の動きとかを自分で発見していく。そうなんですよね。ただ動きを覚えるだけじゃ何事もダメなんですよね。確かに。あとその合気の特徴なのかわかんないですけど、相手をこう握るときに白川先生がぬるっと握るって言ってましたね。ぬるっと隙間なく。ぬるっと。ぬるっと握るっていう表現がすごい私の中で、分かりやすくて、なんか感覚的につかめたような感じなんですけど、だからふわっとするんじゃなくてぬるなんですよね。なんていうの、ふわっぬるってなんか違くてちょっと握ってみてもらいます。僕の手ふわっとふわっとふわはいふわはいぬるなんかあれか、アメーバがこうなんかくっついて入り込んでいくみたいな、なんかそういう感覚だったと思いますね。なので本当表現は私になんかの中にしっくりきて分かりやすかったですね。だから掴まれた側も掴まれてる感じしないなみたいな、で変な安心感あって、そこで倒されるみたいな、決められる。実際の体験映像とアフタートーク、本格派の空手家ならではの感想がとっても良かったですね。
次回も日和エクスプレスお楽しみに。国際消灯館の YouTube チャンネルでは空手家金沢日和さんの活躍もたっぷり見れますよ。ぜひ登録してみてください。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。